皆さんこんにちは。こちらはハーベス HL コンパクトです。発売は1987年。当時の値段は11万8000円でした。独特の音色が多くの人を魅了したスピーカーです。箱鳴りが音に関係するという噂がありますが、本当でしょうか？今回はこのスピーカーを調べてハーベスの音を解明します。このモデルの主なスペックは次の通りです。ウーファーのコーンは TPX というオレフィン系の熱可塑性樹脂が使われています。能率は 87dB。あまり能率の高くないシステムです。特性が一致するペアで出荷されていました。これと類似のモデルに次がありました。コンパクト7からユニットと構造が変更されています。同時に音が変わったという噂があるようです。今回ご紹介するのは最も人気の高かった初代 HL コンパクトです。このスピーカーは中古でしたので状態を確認します。エッジはゴムでできています。40年近く経った今も問題ありません。円筒型のフェーズプラグが突き出しています。これがこのモデルの特徴になっていました。保護メッシュの内側に透明のシールが貼られています。こちらは専用のスタンドです。本体を乗せるとツイーターの高さが 81.5 センチになります。スピーカーを乗せるところに金属のダボがついています。裏側に鉛の板がついています。厚さは1ミリあります。裏側にもダボがついています。この専用スタンドは箱の振動を積極的に床に伝える作りです。フローリングに設置して鳴らすと鉛板で適度に減衰された振動が床に伝わります。これによって楽器のように音を響かせることができます。スピーカーターミナルがボロボロです。このままでは音の検証ができないのでレストアします。ユニットを外します。ネジが錆びついていて空回りします。バッフルを外して錆びついたネジを外します。全体的に薄い板で作られています。フロントバッフルの板厚は12ミリしかありません。ウーファーのパッキンが省略されています。ウーファーのフレームは鉄板プレスです。値段の割に安っぽい作りです。途中で折れてしまったネジを外します。ウールマットがたっぷり押し込まれています。密閉型のような作りです。周りのスポンジはポリエーテル系のようです。40年近く経った今も弾性があります。裏側のバッフルを外してスピーカーターミナルをメンテナンスします。ネジが入るところに金属製の座が埋め込まれています。
複雑なネットワーク回路です。周波数特性を補正するためのイコライザーが組み込まれているようです。ひどく錆びています。これはもう再利用できないので交換します。オリジナルに似たものがありますので、これと交換します。樹脂の座が邪魔ですが、外すと問題があるようです。これはそのまま使うことにします。少し斜めになります。元の穴がずれているようです。穴を広げてずれを修正します。スピーカーのビスが錆びているので外してメンテナンスします。中身は問題ないようです。ビスの錆を削り落とします。このビスは一見真鍮ですが、鉄のメッキ品です。剥げてしまったメッキを補修します。ユニットをメンテナンスします。インピダンス特性を測定して問題ないか確認します。こちらは測定結果です。左右の特性が揃っていて問題なさそうです。ユニットを固定するビスを新ピンに交換します。
本体のレストアが終わりましたので、専用スタンドを補修します。この支柱は無垢の修正材でできています。ダーボを新ピンと交換します。完成です。次回はこのスピーカーを測定してハーベスの音を明らかにします。